皆さんこんにちは。お元気でしょうか。私は今山梨県南部町にある船山温泉に向かっています。夏の疲れが出始める時期、ゆっくり過ごしたいと思っていたところ、一人旅も歓迎の温泉宿からご招待いただきました。アクセスは公共交通機関の場合、静岡駅か甲府駅から特急富士川に乗って最寄りの宇都宮駅に向かう方法と、車の場合は新東名高速道路でのアクセスが便利だそうです。私は静岡駅で特急に乗り換えて向かいました。宇都宮駅は無人駅、特急富士川の切符は前もって購入・発見しました。窓の外に富士山が見えるらしいのですが、あいにくこの日は雲がかかっていて見れませんでした。宿まで車で約10分、事前に時間を指定しておくと送迎してもらえます。窓から見える山と川、のどかな風景にすでに癒されています。なんと駐車場付近にクレソンが自生しているらしいです。ホタルの時期はホタルが見れるとか、見てみたいですね。鈴虫の音を BGM にチェックインをしました。心和む癒しの空間がコンセプト。静かにゆっくり過ごしてもらうために、7名以上のグループ、小学生以下、立ち寄り湯などは受け入れていないそうです。全10室、大人のための隠れ宿です。案内をしてもらいながら館内を見ていきます。ワインセラーに高級なワインがずらりと並んでいます。なんとウェルカムドリンクにワインもあるそうです。こちらは有料です。コーヒーやお茶も置いてありました。館内は畳敷きで落ち着きますね。先に温泉を見させていただきました。休憩場所には冷たい麦茶とお水が置いてありました。自動販売機もあります。それでは大浴場へ向かいます。スキンケアや歯ブラシなどいろいろアメニティは揃っていました。タオルも大小ありました。これは助かりますね。ダイソンのドライヤー、乾くのが早くて良いですよね。大浴場は広々として気持ちよさそう。真ん中に寝湯もあってくつろげそうです。泉質は単純硫黄冷光泉というそうです。アトピーや湿疹、不眠などに対して効能が期待できるようです。露天風呂はもっと気持ちよさそうです。川の流れる音を聞きながら入れますね。ちなみに大浴場は男女入れ替え制。夕食後にこちらも入ってみたらライトアップされていて雰囲気がすごく良かったです。貸し出しのシャンプーも置いてありました。これは嬉しいです。貸し切り風呂についてはまた後ほど見に行きます。それではお部屋に向かいましょう。部
部屋の中も畳です。徹底されていますね。入ってすぐ手洗い場があるのは助かります。お手洗いももちろんきれい。自動点灯でした。出入り口に鍵入れがあると忘れなくて安心。広々とした綺麗なお部屋です。今日はこちらを独り占めさせていただきます。窓からは綺麗な緑が見えて落ち着きます。なんとマッサージ機もありました。空気清浄機もしっかり稼働中です。ベッドはシモンズだそうです。他にもこんな感じのお部屋があるそうです。どのお部屋も落ち着いていてリラックスできそうですね。扉の中にテレビが収納されていました。グラスやお茶、ポットなども揃っています。館内着を発見しました。湯上がり旅も置いてありました。アクセサリー切れもありました。なくしがちなのでこれも嬉しいですね。お茶以外も飲みたいときは部屋の外にフリードリンクコーナーがあります。ノンカフェインのハーブティーや紅茶、コーヒーも置いてありました。館内着のサムエ以外に浴衣も置いてありました。テスト。皆さんこんにちは、ズミです。今回山梨県にある船山温泉さんに来ています。ご招待いただいて宿泊させていただいてます。でこちらの船山温泉さんなんですけど、今回私は名古屋駅から新幹線に乗って静岡まで行って、静岡から特急に乗って宇都船駅という駅で陶芸のバスに乗って宇都船駅から船山温泉まで来ました。船山温泉の周りは本当になんか民家もないらしくて、本当に山の中の一軒家っていう感じなんですよ。誰もいないところでゆっくり過ごしたい方にはぴったりなんじゃないかなって思います。チェックインが1時からで、チェックアウトは11時ということで20時間滞在できるというとても素晴らしいお宿でございます。お部屋の中とか外とかも案内していただいたんですけども、本当にくつろげる工夫がされていて、スズムシのね音色も聞こえたりして、あとお香の匂いかな、お香の匂いも漂ってたりして、まさに大人のための一軒宿だなって思いました。日頃いろいろ疲れている方多いと思うんですけども、あえて遠くに来ることで、山奥に来ることで現実世界から離れてゆっくりとこういったところで時間を過ごせるっていうのも、またちょっと気分が変わっていいんじゃないかなって思いますね。ウェルカムドリンクとかもあって、下のロビーの前にですね、コーヒーと紅茶とほうじ茶だったかな、ワインも置いてあったんですけども、ワインは有料のようでしたね。でもとっても美味しそうでした。やっぱり山梨ということでぶどうですよね。あと下にね雑誌も置いてありました。雑誌とか DVD もあって、こういったお部屋番号が書かれたプレートをいただいて、これと引き換えに1枚部屋で DVD を見れるみたいです。今私1時にチェックインしたんですけど、2時を過ぎてます。ちょっと下でゆっくり
ウェルカムドリンクをいただいて、お風呂の方に行こうかなって思います。少しだけ外を散策します。池には鯉がいました。テラス席もあって、ここでくつろぐのも良いですね。川の流れる音を聞きながら外の空気を味わいました。大浴場の露天風呂へ。川沿いの温泉、控えめに行って最高です。二人静かという貸し切り風呂に来ました。貸し切り温泉2つあるんですけど、1つは多分露天じゃなくて、こっちの二人静かの方が露天風呂になってるみたいです。目の前を流れる川を眺めながら、これ周りもみじだと思うんですけど、紅葉の時期すっごい綺麗なんじゃないですかね。青もみじも綺麗ですよね。貸し切り風呂にはそれぞれお手洗いもお風呂の脱衣所のところについていて、これすごく助かるなと思いましたね。脱衣所になんか何でも揃ってるというか、アメニティもやっぱりすごく充実してて、マウスウォッシュなんかもあったりして、一般的なアメニティももちろん揃ってますし、あとお水もね、カップも置いてあったので、その場で飲めるみたいですね。タオルもそれぞれ貸し切り風呂にも、大浴場の方にもタオルが、小さいタオルと大きいバスタオルが用意してありました。はい、至れり尽くせりという感じですね。さっき大浴場に入ってきて、少しお夕飯の時間、6時ですね、6時までゆっくり過ごしたいなって思います。書籍コーナーで人気キャンプ漫画を発見しました。この漫画の舞台は山梨なんですね。お腹が空いてきました。いよいよ夕食の時間です。個室でいただきます。三面ガラス張りで綺麗です。おこもり感がありますね。まず、食前酒ですね。こちら自家製の梅酒でございます。そして本日のお作りがイワナとわさび菜、藤の漬けというマスでございます。はい、お塩、お醤油、レモン汁、本わさびをつけてお召し上がりください。はい、そして、前菜がこちらワイン松の燻製の白あえ、舞茸、オクラ、エビ芋のあんかけ、はい、こちらが、なめこと平茸、銀杏の茶碗蒸し、はい、そして、お鍋はイノシシのお鍋ですね。こちらが獅子肉の陶板焼き、イノシシの肉ですね。あとはスパークリングワインの甘口の牧岡でございます。ありがとうございます。手作りっていう感じの素朴な味わいでとっても美味しいです。食前酒にぴったり。甘くて飲みやすいです。きのこが入った茶碗蒸しですかね。美味しい。あっさりとした素朴でほっとする味わいです。すごくワインに合いそうな。これはワインに合う。ワイン飲みたい方、輸入ワインもハーフボトルで
置いてるみたいです。あと日本酒地酒ですね。どれも美味しそうです。美味しい。塩も美味しいです。あっさりとしたサーモンという感じですね。でも美味しいです。やっぱり水がきれいなところっていうのは何でも美味しいと思いますね。とても贅沢なひととき。こんな時間も大切にしたいです。イノシシ鍋できたかな。初めてのイノシシ、お味はいかに。ドキドキします。プリプリです。油のうまみが濃いです。イワナとアユの塩焼きをいただきました。奥がアユか、手前がイワナだそうです。爽やかなうまみっていうんでしょうかね。もちろん全然臭くないし、あっさり淡白な味わい、美味しいです。美味しい。塩加減もちょうどいいです。ちょっと華やかさもあるので気のせいかな。クレソンも一緒にね。クレソンと一緒に食べた方がいいと思います。風味が違いますね。この苦味がいい。自家製の手打ちそば。さっぱりとしていて食べやすかったです。イノシシ肉の陶板焼き。これもちょっとドキドキしました。焼いていたら社長が登場。塩をかけて食べてみてとのことで塩をかけていただきました。気さくな社長とトークを楽しみながらいただきます。陶板焼きは想像以上に食べやすかったです。豚肉より旨味が濃いなと思いました。気さくな社長さん、ありがとうございました。栗ご飯ってこと？そうです、栗ですね。栗ご飯はおにぎりにしてもらいました。隣にある小さいおにぎりはなんとお夜食。温泉に入るとお腹空きますもんね。デザートはリンゴとプリンだったと思います。たくさんいただいて満腹です。この後また温泉に入ってお腹が落ち着いた頃におにぎりをいただきました。ごちそうさまでした。
朝一の温泉に入ってきました。最高でした。大浴場も貸し切り状態でした。朝食の時間です。そう、昨日見えなかったけど外の景色よく見えます。全面ガラス張りで、お鍋が2つ、こちらがお豆腐とお味噌汁でございます。はい、焼き魚はアマゴの一夜干し、こちらは小鮎の甘露煮でございます。はい、あとバイキングコーナーにですね、白いご飯とおかゆとパン、ドリンクがありますので、すべてあちらにありますので、わかりました。どうぞご利用ください。ご飯以外におかゆがあるのが嬉しいですね。私はそばがゆにしてみました。お味噌汁に野菜がゴロゴロ入っています。朝のお味噌汁、染み渡りますね。どれも優しい味付けでほっとします。食材もみずみずしくて新鮮さが伝わってきます。自家製の豆腐、これは絶対に美味しい。だしにつけていただきます。小鮎の甘露煮は頭まで全部食べられました。そばがゆも美味しかったです。デザートはヨーグルトと梨でした。どれもこれも疲れた体に染み渡る味わい。ここに泊まるだけで健康になった気がします。ごちそうさまでした。チェックアウトまでゆっくりします。ソファーに横たわり、窓から見えるこの景色。永遠にゴロゴロしていたいほどです。マッサージ機も最高です。お世話になりました。私が猫好きと事前に知っていてくださった社長さん、宿で保護した猫を見せてくれました。近寄ったら逃げちゃいます。若干逃げる。どのぐらいまで近づくかわかんない。やってみてください。2匹の名前はキングとクイーン。撮影してたらやっぱりキングは逃げちゃいました。邪魔してごめんなさい。いろいろありがとうございました。帰りも駅まで送ってもらいます。この後は観光に向かいます。ふつぶな駅に到着。こちらは無人駅。駅構内はこんな感じです。時間が余ってもベンチで一休みできそうですね。うつぶな駅から2駅先の身延駅に向かいます。
松船駅で下車するときに使うのかなと思いました。バスのように乗車時に整理券を取って下車時に改札で払うみたいです。身延駅は有人で駅周りにお店もある様子でした。バスの時間も事前に調べておきました。身延駅から約15分の身延山久遠寺へ向かいます。帰りの時刻表を眺めていたら、バスの運転手さんが見どころを教えてくれました。なんと船山温泉の社長さんとお知り合いでした。なんたる偶然。先ほどバスの運転手さんにいろいろ教えていただきました。私は本堂に行って、本堂からロープウェイに乗って一番上の奥の院に行って終わりにしようと思ってたんですけど、やっぱり日蓮上人のお墓があるということで、やっぱりそっちに行かないということで、時間に余裕があればそっちに行ってみようと思います。身延山久遠寺は日蓮宗の総本山、鎌倉時代に日蓮上人によって開かれたといいます。この先の本堂に行くのがちょっと大変だとか。ちなみに女坂と言われる坂と男坂と言われる坂があるそうです。すごい、287段、こんな感じです。普通に登山だな。角度やばいですね。上りより下りの方が怖いかもしれないです。では行きます。あ、一段一段がすっごい、これはゆっくり行こう。暑いな。暑いんだけどちょっと汗がすごい。道内は撮影禁止とのことでお参りだけしてきました。静かで厳かな雰囲気で心が洗われるような気持ちになりました。これからロープウェイ乗り場に向かいます。ロープウェイは基本的に20分ごとの運行のようです。標高1153メートルの身延山山頂まで約7分で到着できます。山道を登山で行くと約2時間30分ほどかかるそうです。ロープウェイのデザインは新幹線のデザインで有名な二等家英二さん。なんとなく嫌な予感はしていたんですが、富士山は見えませんでした。とりあえず奥の院を参拝して下ることにします。美味しそうなお団子とかいろいろあるようなんですが、今回はお参りだけで終了します。思いのほか帰りのバスまでの時間がありませんでした。結局日蓮上人のお墓まで行く時間がありませんでした。身延駅で帰りの特急までの時間はちょっとあったので少し散策しました。
身延駅周辺は某漫画の聖地になっているそうです。良い景色ですね。和みます。身延駅で切符の変更をしたのですが、駅員さんがめちゃめちゃ親切でした。山梨って親切な人が多いのかななんて思いました。駅の近くのお土産屋さんで紙コップのワインを購入しました。身延まんじゅうも買ってみました。身延の文字が潔いですね。いただきます。甘さ控えめのあんこがしっかり詰まっていてとても美味しいです。山梨の南部町、初めて行ったけどのどかでよかったな。現実逃避したくなった時、町から離れて過ごすにはぴったりの場所だと思いました。特急富士風。すごいみんなが並んでいます。甘口で飲みやすいです。美味しい。だな。ちょっと真面目に取り組みたいと思います。